こんにちは、ミリーカーです。今回はメタスピリチュアル視点で宇宙のお話をさせていただきます。このチャンネルはスピリチュアルを超えたメタスピリチュアルの視点で様々な物事をお話しさせていただいております。はい、ということで、漠然とね、宇宙のお話と言っても何のことなんでしょうっていう感じなんですけれども、スピリチュアルって、よく出てくる言葉が宇宙とつながろうとか、あとは宇宙が伝えているとかね、なんかそういった宇宙っていうものが出てきますよね。今、私たちが目に見えて、目に映る宇宙っていうのは、例えば星空、夜見上げて星が見えてるなとか月を見たりだとかして、感じる宇宙と、あとは何かの、ニュースとかですよね。NASA が、今回月に、行って映像を撮りましたとかね。そういったもので、感じることはあると思うんですけれども、もう一つはスピリチュアルの世界で言えば精神世界の宇宙っていったものもありますよね。その宇宙って結構漠然としてて曖昧な感じがあるんですけれども、私はそれでいいと思うんですよ。曖昧だからこそなんとなくの感覚っていうものがみんなこう研ぎ澄まされてきたりだとかね、想像を働かせたりだとか感じる感覚っていうものを呼び覚ましてくれるんじゃないかなというふうに思っております。で、今回は私はメタスピリチュアルの視点なんですけれども、メタっていうのは超えていくっていうようなね、意味があるので、宇宙を超えた視点で宇宙を見ていこうと思っているんですね。で、メタスピリチュアルが宇宙を超えた視点で見る。そう、宇宙の外側から私たちは宇宙を超えた視点を持ちたいんですよ。メタスピリチュアルなんです。で、今私たちは、あなたと私は、その宇宙の外側にいるとします。宇宙の外側から見ましょう。で、この宇宙の外側の今私たちがいる空間ってどんな感覚ですか？真っ白な世界かもしれないし、全く無の世界かもしれないんですけれども、ただ宇宙の外側にいるっていう視点が今回ポイントが大きくてですね。で、その視点でお話しさせていただきたいんですけれども、この世界が作られたものだとすると、作った存在がいるのか、作った人がいるのか、あるいは皆さんの想念で作られているのか、そういったこともまたはっきりとしたことはわかりません。ただ、作られた世界だとするならば、宇宙も作られた設定の一つなんじゃないかなというふうに感じてくるんですね。赤ちゃんとしてこの地球に生まれて産んでもらってですね、そしてもうその時に社会のシステムってあるじゃないですか。お金で物を買ったり、お仕事をしてお金を稼ぎ、そして、自分が学んだりだとか成長していって、体もどんどんこう大人になっていく。そして、家族がいたりだとか、お友達ができたりだとか、いろんな人間関係を体験させてもらって、で、こういうもんなんだなというふうに学びながら年を経て、そして肉体も老化していって、最後は寿命を全うするっていったようなね、流れ、これもまた社会の一つだと思うんですよね。この世界の設定の一つ。ならば、今、この神秘的に感じている月があったりだとか、星がたくさん見えたりだとか、あとはね、もっと広げていきますよ。銀河があったり、そしてもっと広げていきますね。フォトンベルトがあったりだとか、そう、スピリチュアルっていうとフォトンベルトが出てきますよね。なので、どんどんそうやって、視点をこう拡大していくと、宇宙のこの全体って何だろうっていうふうに感じますよね。そう、その神秘的なところがまた魅力的なところなんですけれども、でもね、フォトンベルトまで行っちゃうと、フォトンベルトって見えた人いるんですかって。そう、これをね、写真に収めたり、映像に収めたりって、ほぼほぼ難しいですよね。なので、ここは感覚なんですよね。スピリチュアルの感覚がどんどんこう出てくるんですよ。そう。で、メタスピリチュアルなんですけれども、そこをさらに超えていくと、私たちの感覚ってもっと面白いことになるんじゃないかなというふうに思うんですよ。まだね、この宇宙の外側って何だろうってわかんないじゃないですか。まずはそこに行ってみるっていうことが、すごく大きな何かのヒントや鍵になってくるんじゃないかなっていうふうに思うんです。私のメタスピリチュアルの視点だと、だんだんね、世界とか、宇宙とか、そういったところだけで捉えていくって、すごくね、狭く感じてしまうんです。狭苦しいというか、
そう、なんか狭苦しいっていうか、小さく感じてしまうんですよ。そこの中だけでなんか、いろんなことを想像している。もっとね、飛び越えたところから見てみると、また違った感覚。これはマトリックスに似てると思うんです。マトリックスの映画をご覧になられた方は、ちょっとね、想像がね、できるかなというふうに思うんですけれども、つまり今度作られた仮想空間、仮想現実みたいなところから外れていくと、全く違う世界があったりだとかって、もしね、メタスピリチュアルのこのチャンネルをこのまま続けていって、そこにね、こう興味を持ってくださるあなたや皆さんと、何かね、答えをつかんでいけたら、もっと面白いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、なので、今回はこういった宇宙を外れて、もっと宇宙の外側からさらに見てみる。宇宙を超えた視点で見てみるっていうことをお話しさせていただきたいなというふうに思いました。宇宙の中でね、どこからの星々から私たちは来ているよとかっていう話もありますし、何星何星ってあるじゃないですか。何々星人とか。そういった考えもとてもいいと思いますし、自分が生きる上で、それが自分のね、エネルギーになってくれるんだったならば、素晴らしいと思うんですね。そう。ただ、なぜ宇宙空間だけの話になっちゃうんだろうなっていつも思ってて。なんで見えてるプレアデスとか、ごめんなさい、言っちゃった。なんか見えてる星々の名前が出てくるんだろうなって。もっと見えてない星っていっぱいあるじゃないですか。あるんですよね。宇宙ってもっともっともう漠然と広いじゃないですか。だけど、メタはさらにそれを超えていきたいんですよ。マトリックスの視点っていうか、なんかそういった捉え方って全然変わってくると思うんですよね、また。なのでね、本当に今私たちが見えてるこの地球上での暮らしって、狭い狭い範囲で、毎日いろんなことをやきもきしながら、楽しくしながら、嬉しくなりながら過ごしているわけで。だけど、本当はもっともっと莫大なスケールが待っているんだなっていうふうに思うと、そのスケール感でも全然捉え方って変わってくると思うんで、毎日暮らしの捉え方っていうのもちょっとまたね、面白い変化が出てくるんじゃないかなというふうに思っております。ということで、今回はメタスピリチュアル視点で宇宙のお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか？もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンの方を押していただけますと、チャンネルを続けていくことができますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。今後もメタスピリチュアルのメタ視点でお話をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞね、あなた様もお健やかに毎日をお過ごしくださることを願っております。ではまた次回ね、お話しさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひお越しください。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 'Cause you're as beautiful as